よっしゃ、オーライ、バンダイ SH フィギュアーツ悠々白書からトグロ 100% の紹介です。ジャンプ作品屈指のヴィランが来ましたね。ユウスケと並べた時の身長差が気になりますけども、では開けていきましょう。ね、この声を演じられてる源田鉄章さん、最高ですよね。よし、どんな感じでしょうか。オレンジジュースと、いいね、でかいっすね。よし、でかいトグロ、おっと、大きい、いいな、いい、でかい。よし、ではね、中身の方すべて取り出していきます。全体から見てみよう。すべての力を引き出した 100% 最強形態。厳密にはこれよりさらに強い 100% 中の 100% という形態があるんですがね、個人的にはあれを最強と呼ぶにはちょっと抵抗がありますね。気になっていた大きさも十分で迫力満点、めっちゃかっこいい。でね、ちょっと前に自分ネットフリックスで実写版悠々白書を見たんですけど、あれがね、かなり面白かったですね。アクションシーンも CG も良かった。ワイヤーアクションはね、あまり好みではないんですが、迫力あって楽しかった。あと、いろいろ言われてそうですけど、キャストがね、良かったですね。個人的に何の違和感もなく受け入れられましたね。やっぱ実写になっても桑原はかっこよかったですね。顔に寄ってみましょう。こちらは通常顔。全身に浮き出た筋が顔にまで及んでいるのをしっかり再現。原作では首筋と顔がつながっているんですが、可動のために分割されているんですけど、その辺全く気にならず、後頭部の筋もきちんと造形。この突き刺すような目つきがいいですよね。そしてこちらは口が開いた叫び顔と言えばいいのかな。笑っているようにも見える。叫び顔ならね、目の方をもっと大きくして欲しかったと思うんですが、このフィギュアに限らず、叫び顔の瞳のプリントの位置は真ん中に持ってきた方が迫力あると思うんですよね。別商品になるんですけど、フィギュアーツの伝説のスーパーサイヤ人悟空の叫び顔は、あれは素晴らしかったですね。トグロ劇中でも叫んでいるシーン、目が真ん中に来てましたよね。こちらは食いしばり顔。眉間にシワが寄った造形になっていていいですね。ただやはりこれももう少し目に表情をつけて欲しかったかな。でもかっこいいですけどね。そしてこれがダメージ顔と言えばいいのかな。これが一番よくできていると思います。この瞳の位置ね。真ん中に持ってくるとやっぱり迫力ありますよ。こういうね、表情パーツを付属してくれていると動かして楽しいのでめっちゃ嬉しいですよ。最後にこれがボーナスパーツ的なユウスケのやられ顔。これも迫力がありめっちゃよくできていますね。殴られていない方の目に線がプリントされており、作中再現度がかなり高いですね。上半身、この大きく肥大した独特な肩は分割式で可動の妨げにならないよう別パーツとなっている。この僧帽筋から伸びる相手の霊気を吸い取る器官、この部分は軟質でできており破損しないよう配慮されている。全身に這う筋が妖怪に転生したまがまがしさを感じさせます。異形ながらシンプルな前面に比べ、背中はさらにまがまがしいものとなっている。この持った感じ、重量感たっぷりでめちゃくちゃかっこいいですよ。下半身、ベルトやバックル、この辺の塗装の乱れは一切ありませんね。異形な体つきとは対照的に、この普通のスラックスというアンバランスさがいいですよね。アンバランスなキス。そのスラックス、ところどころ破れ、中から筋が垣間見えるのもしっかり造形。可動範囲、まずは頭部、接続箇所は首の付け根と頭ですね。それを踏まえて、後ろへはここまでいけるんですね。前へはここまでいけて、ぐるりと一周回って、このようにぐりぐり傾き取れる。胴体の方は接続箇所は胸と腰ですね。それを踏まえて、後ろへはここまでいけて、前はここまでいけて、胸でこのように動いて、腰でこのように動いて、胸では一周はできないですけど、腰の部分でこのようにぐるりと一周できます。
下半身股関節に引き出し機構はなしで、前はここまでいけて、後ろへはここまでいけて、股割りできて、ももでこのように動いて、膝がここまでいけて、足首後ろへはこうで、前はここまでで、つま先あって、傾きも取れて設置性抜群ですね。交換用手首パーツは表情の違う開き手が左右分と指をさした手首、これは左手のみ。指弾を使う親指を立てた手首がないのが残念。サイズ比較、フィギュアーツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。そしてフィギュアーツの浦飯祐介と並べるとこんな感じ。いいですね。作中通りの大きさじゃないでしょうか。フィギュアーツね、この辺サイズ感合わせてくれるので頼もしいですね。素晴らしい。そして俺世代往年のジャンプヴィランたちのフルパワー形態と並べてみよう。いやー素晴らしいですね。で、めちゃくちゃ偏見ですけども、自分らの時のアニメおよび漫画ヴィラン四天王といえばね、フリーザ、トグロ、ディオ様と、そしてここに北斗の拳のラオウが入るか、まあ人によっては獅子王誠であったりするかもね。で、気分次第では悪魔将軍が出たり入ったりかな。で、今ね、こうやってヴィランたちを並べていて思ったことがあって、本当にパッと今思ったことがあってね、すいません、ちょっと雑談めいたことになってしまいますが、どうしても知りたくて、俺的に思春期のヴィランといえばね、こういう人たちなんですけど、今の若い人たち、まぶくてナウイヤングにゲロウケなヴィランって一体誰になるんだろうって思っていてね、10代20代にとって代表的なアニメのヴィランって誰になるんですかね。本当にわからんくて、なんだろうね、ナルト、あれは30代か。本当にわからん。何なんでしょう。教えてほしいですね。でもバトル系アニメ自体が少ないのか？本当にわからん。なんやろ。あれかな？僕のヒーローアカデミアか。全く見てないんでわからないんですけど、あれとか、あれか、呪術バツ飛んだ。呪術廻戦と鬼滅。これでしょう。これだね。この2つもね、全く見てないのでわからないんですけど、どれがヴィランかね。これだね。特に鬼滅なんかはちょっと。はい、では終わります。今回もありがとう。バイビー。